雑談です。コントです。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、昨日は何をしてたかと言いますと、夜から水道橋博士さんのザ・テレテレビジョンの配信がありまして、M1 特集で、バカよあなたは進藤さんとをゲストに、M1 を振り返っておりましたね。でそこで僕もちょこちょこと、言葉を挟んでおりましたが、ぜひね、ニコ動の方で進藤さんが出てくるまでが結構長かったんで、まだかみたいなあれはありましたけど、 YouTube ではちょこっと出てもすぐニコ動の方になっちゃうんですけど、ぜひご覧いただければ。すごくね、本当に進藤さん、いろんな方と対談というか M1 についてね話してるのを上げてるんで、それも含めてね見ていただければなと思いますね。本当にすごく研究してというか見てるんだなっていうのが本当によくわかりますね。いや、恐ろしいぐらいいろんなヒントというか、対策というか、ドルフィンソングにこうしたらいいよみたいなね、あれも言ってましたけども、それドルフィンソングに限らず、芸人に限らずですけどね、いろんなヒントがあると思いますので、ご覧になっていただければなと思いますと、その前にあれですね、その角川春樹さんのと対談をしてたって言って博士が言って、でそれで紹介してた本が、僕も角川春樹さんと吉田剛さんのあれはなんつった人間国宝でのインタビューでやられちゃってる人、こんなね、結構そこではねスピリチュアル系というか、虚言なのかどうなのかみたいなスレスレのところがあれ面白いなと思って、それを吉田剛さんも面白がってその辺深掘りしてるんですが、博士の紹介してた本は本当にそれも含めてリアルなというかねところが書かれてるめちゃくちゃ面白い本だ。本当に人間国宝の章だけでもめちゃくちゃ面白かったんで、それは僕も買って読まなくちゃなと思っておりました。ぜひね、ザ・テレテレビジョンニコ動ですが、ご覧になっていただければなと思いました。そんなことをしておりまして、で見ましたですわ。水曜日のダウンタウンと婚姻届に判を押しただけですがの今日は2本立てを喋りたいんですが、まず婚姻届の方から片付けましょうか。両方 TBS のね片付けていきましょう。婚姻届に判を押しただけですかの最終回がやっと見ましてね、どうなるんだろうなと言ったら、結果的には途中ね、じゃあよりを戻して、2人で生活していこうって思ったんですが、偽装結婚だから私は2人で過ごしてたんだと、2人で生活してたんだと。で一方百瀬さんの方はいや、これからちゃんと2人で生活していくにはちゃんと婚姻届に違反をして結婚という形を取りたいと、またそこで齟齬がねこう入れ違っちゃって齟齬が生まれて、結局戻るんですが、中でねペアルックのシーンが出てくるんですけど、猫お餅に似てるっつってね、飼ってるお餅の猫のあれはセーターなのか寝巻きスウェットなのかね、あれが出てきて、でこれね着て寝ましょうみたいなことを言ってるところのソファーにあるクッションが犬の柄なんですよね。これ僕猫を飼ってるんで分かるんですけど、猫好きの人って犬グッズ買わねえよなって、そこに違和感を覚えてしまって、だからあれどういう意図で犬のソファーがずっとあったんだろうなとね、ずっと見てましたけど、これあれ特に最終回あれ違和感を感じたな。なんだろう本当にね、動物広い意味で動物くくったとてですよ。犬グッズがゼロではないですけども、
私の家でパンダとか転がってますけどね、ありますけど、いやーソファー犬ですかってね、そこにすごく違和感を感じ、何かあれは意図があってのことだったんだろうかと深読みをしてしまいましたが、そんなこんなで、最終回ね、最後の最後にじゃあつって婚姻届書いて、お餅に見せるシーンがあるんですけど、お餅がこうずっとね、飼ってる猫がこう全然興味なくてそっぽを向いてるっていうのが、あれが一番面白かったのと、あれ、秋葉さんが出ていくシーンね、引っ越しというか、もう出ていきますっつって、で、お餅と別れをね、惜しみながらこう抱っこして、ニャーって泣いたシーンとか、あれはよく泣いたな、ギュッてやったら猫、ギャー言って泣くけども、あれはよく泣いたなっていうのと、猫ね、一緒に、しばらく住んだら、なかなかやっぱりね、離れるの厳しいっすよ、本当に。それは僕だけなのかな。なかなか悲しい思いをしますよ。と思いながら見ておりましたが、あとはあれですね、朝日さんだから、百瀬さんの義理のお兄さんじゃなくてお兄さんですね。百瀬明さんだから、前野智也さんが演じてるお兄さん役の朝日さんが、ずっと百瀬さんが憧れてた美晴さんと結婚してるんですが、そこはそこでね、最後無事に、赤ちゃんができて母子手帳を持って帰ってきてみたいな、全員これハッピーエンドで終わってるんですけど、シーンがありまして、そこでね、でも真犯人フラグにも出てるじゃないですか、前野智也さんが。で、真犯人フラグではバタコに撲殺されて埋められちゃっておるんで、これだから撲殺前の話がここの世界だったとしたら、こんな悲しいことはないよな。真犯人フラグの世界線に入っちゃったもんだからね。あと一人って言いながら撲殺されて亡くなってしまう前野さんは、こっちの世界では本当に幸せそうにね、生活をしていてね、そこでプラスマイナスゼロになるのかっていう問題ではありますが、そんなことを思って見ておりましたが、いろんなドラマを見ていると、そういう裏の裏というか、そんなパラレルワールドでもないし、そんな抜け道というかトンネルはつながってないんですが、そうやってつなげて見ちゃうと、いや面白いなと思って見ておりましたのと、あと最後一つね、これ僕ショコタンが大好きなんであれですけど、ショコタンでなんかドラマ出る時ってどうもああいう強気な女性を演じるパターンが多いですよね。それはなんでなんだろうと思いながら見ておりましたがね、いや非常に面白かったドラマでした。婚姻届に判を押しただけです。これ略すとなんつって略してたかな、判押しって言ってたのか、それがなんかあんまり馴染みがなくて驚いちゃったっていうのありましたけども、婚姻届に判を押しただけですが、最終回ね、TVer で見逃し配信、それからパラビの CM 今古川琴音さんがやってますんで、それの CM がこれTVer で見てると流れるんで、それでまた一つ上がってしまうんでね、もう本当パラビ入りますわ、いい加減、と思って見ておりましたのと、水曜日のダウンタウンだね、本当ドッキリ、これもうね、なんだろうな、メタをメタで見ているというか、メタ的な捉え方をさらにまたメタ構造で埋めているというか、だから何が本当で本当が嘘でか分からなくなるような作りをしてて、でその本当ドッキリで、マジカルラブリー、それからニューヨークでさらば青春の光が本当ドッキリにかけられて、帯番組がありますと。で蓋開けたら、その月金でやる帯ではなくて、着物の帯の番組、しかも深夜1時ぐらいでしたっけの1時間番組の帯の番組のが決まりましたっつっ
っていう本当ドッキリで、まあそれを帯番組が帯の番組だと気づいた時に、これなんか怪しいな、ドッキリじゃないのかって気づいたら脱落していて、結果ニューヨークがその本当ドッキリに引っかかって、番組の収録後、水曜日のダウンタウンの収録があるまで明かされずに、ドッキリだとね、本当ドッキリだと明かされずに変な番組だなと思いながら収録していた模様まで流されて、水曜日のダウンタウンでそのあと本当に帯の番組が流れると、もう何を言ってるだけでも何を言ってるのか分かんないですけど、これは本当に両方見ていただかないとって思うんですが、ただね、僕の録画機が水曜日のダウンタウンを1時間でこう止めちゃっててね、昨日は1時間20分ぐらいあったんで、じゃあ、その模様を見てみましょうっていう部分が録画されてなくて、で途中で止まって帰ってきてね、それ見て、ですぐにもう時間が素敵に帯なんとかね、あれが始まってたんで、もうその帯番組のとこおとなしく黙って見てたんですよ。副音声あるなんて知らずに。でこれすげえ本当になんだろうな、これだけを見せられたら、何を普通だったらこんなとこカットすんのに何を平気な顔してこれ流してんだね、そんなに撮れ高なかったのかなっていうぐらい異常なところを使ってて、なんだろうなと思って、で水曜日のダウンタウンが後半ちょっと切れてたんで、じゃあつってTVer でその後半部分だけ見たら、なんだそこで副音声のネタばらしをしてて、しかも TVer に副音声バージョンの素敵に帯なんとかあれが上がってたんで、その副音声バージョンも全部見たんですが、いやあれ副音声バージョンを見なくちゃわからないよっていうぐらいの多重も多重の作りをしてて、いやこれは何ていうんですか、その見逃し配信を含めた何ていうんですかね、その構造自体を茶化しにかかってるというか、いやすごいなと思って、だから業界、特に制作側の人はすごくここまでやるかっていう目で見てるんじゃないですか。だからそれがね、どこまで一般の方に伝わるのかって制作側が思うんでしょうけども、いや普通の視聴者も今もう一億総評論家時代とかってね言われて久しいですけども、それこそ M1 の感想をねみんながつぶやいたりとか YouTube で上げてたりするような時代ですから、それは番組自体のああいうメタ的な構造を持った番組が放送されても、その裏の裏を書くとかね、番組考察とかドラマの考察でもそうですよ。だからチャンネルまたいで同じ出演者を追ってね、実は撲殺される前はこんなに幸せだったとか、そう考える人がそれはいますから、番組は逆に面白いというかね、何か勘ぐってね、全く知らずに見た人も思ってたんじゃないかのかなとか思って、いやすごい番組だったなと思った番組でした。本当に水曜日のダウンタウンと、それから素敵に何でした帯なんとか帯ハンコじゃないですけど、それは婚姻届に判を押しただけですがね、いやー十分楽しませてもらいました。 TBS、 はい、今週末私 TBS 行きますからね、ドリーム東西の収録がありまして、陣内くんが何のネタをやるのかね、それは年明け皆さんお楽しみにしてくださいといったところですか。はい、コント帯俺はがき出そう、ステッカー欲しいからね、はがき出して応募しときましょう。あれ当たったらもうデカデカだとパソコンに貼ってやるから、いやはがきのもう何枚も書いて頑張って当てようと思った番組でした。あとチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ありがとうございました。